どうも、マロです。今回はこちらのホテル、ホテルストライプカラルンプール、こちらマリオットグループですね。外観はこのようになっております。ちょっと変わってますよね、外観は。では今からチェックインしに行きたいと思います。ホテルのロビーはこのようになっております。右手がレストランですね。左手にレセプションがありますので、今からチェックインしに行きたいと思います。ストライプカーラルンプールの廊下はこのように重厚感のあるおしゃれな作りとなっております。今から部屋に入っていきたいと思います。お、部屋は結構広いですね。こちらにカード挿すところがあります。洗面台はこちらにありますね。ベッドと同じ部屋にありますね、洗面台は。そして洗面台のここにはベッドがあります。その目の前にはテレビですね。テレビの下にアメニティなどが置いてあります。そしてテレビ横にはウェルカムクッキーですね。こちら置いてありました。ソファーベッドもこちらにあります。こちら部屋からの景色になります。で、今回17階にアサインされましたので、17階からの景色ですね。KL タワーが見えますね。近いですね、こちらからだと。ツインタワーはこちらからだと見れないです。机の上にはこちらお菓子、キャンディーとかですかね。おしゃれな入れ物にキャンディーとかがありました。これからルーフトップにあるジムに行きたいと思います。ジムはプールと同じルーフトップと同じフロアにあります。こちらですね。今から入っていきたいと思います。こちらがストライプのジムになります。有酸素運動マシンが多いですね。こちらこのようになっております。こちらがマシンですね。フリーウェイトもなかなか充実しているようです。こちら屋上ルーフトップなだけあって景色もいいですね。ジムからの景色です。仕切りがあって遠くまでは見渡せませんが、では今から軽く運動していきたいと思います。ジムで40分ほど軽く運動をいたしました。ジムは新しくてダンベルとかも全てほぼ新品でしたね。使う人が少ないっていうのもありますけども、全然気持ちよくここでは運動ができます。では今から部屋でゆっくりして、その後夕食に行きたいと思います。ではストライプのディナー会場にやってまいりました。こちらロビー1階ですね。こちらエントランス入って右手にあります。こちらがディナー会場ですね。ディナー会場はこのようになっております。今日ちょっと人が少ないですね。ちなみにプロモーションで今こちらの We Grill and You Chill をオーダーしました。これらいただけるということで120リンギット、日本円にするとだいたい3000円弱ですね。こちらのサラダは振って楽しむみたいです。初めてですね。ディナーが運ばれてきました。うわ、めっちゃ大きいですね。これ一応2人前ですけど3人前ぐらいあるような気がしますね。We Grill という名前なだけあって脂っこい料理多いですね。では早速今からいただきたいと思います。夕食の量は大きすぎて全然食べきれませんでした。
でも食べ残したものはお持ち帰りできるので、そういったシステムがあるのは嬉しいですよね。明日食べ残したものを食べていきたいと思います。から、部屋に戻って、ゆっくりしていきたいと思います。ではまた明日。どうもおはようございます。今日は外晴れてますね。いや、ベッド気持ちよく寝れました。では今から朝食を食べに行きたいと思います。朝食会場にやってまいりました。昨日の夕食会場と同じ会場ですね。こちらが席になります。いや、席もおしゃれですね。ライトはこのようになっております。では今からビュッフェを取りに行きたいと思います。朝食のパンと、こちらはアメリカンブレックファストですね。それに目玉焼きを取ってきました。いや、昨日の夕食がまだお腹に残ってるのであまりお腹減ってないですけども、これらを今から食べていきたいと思います。朝食の種類はあまり多くなかったですけども、特にハッシュブラウン、ハッシュポテトとクロッサン、特に美味しかったです。では今からちょっと休憩してから、プール、ルーフトップの方に行きたいと思います。ルーフトップのプールにやってまいりました。ルーフトッププールはこのようになっておりますね。なかなか屋上にある中でも広い方のプールではないでしょうか。そしてプールからの景色、KL タワーが見えますね。プールから。それに左手の方にはツインタワーがかろうじて見えますけども、ちょっとビルに隠れているので先っぽの方しか見えないですね、ツインタワーで。プール横にはこのようなルーフトップバーがあります。今はコロナの影響で開いてないですけども、開いてる時期だったらこちらでお酒飲めるなんてもう最高ですね。景色もいいので。では今からこちらのプールで楽しみたいと思います。40分ほど、スイミングいたしました。いや、水がきれいで気持ちよかったです。ではチェックアウトも迫ってきたので、これから部屋に戻ってチェックアウトの準備したいと思います。チェックアウト終わったので、これから総括したいと思います。ストライプクアラルンプールは、非常にコストパフォーマンスが高いホテルだなと僕は感じました。1泊あたり僕は200リンギット前後、サービスチャージ込みで240リンギット前後でしたね。日本円にするとだいたい5、6千円ぐらいで1泊できました。あとはホテルからの景色も良かったので、バーがオープンしてれば良かったですが、それでもプールからの景色は楽しめました。コストパフォーマンスが高いホテルだと思うので、KLCC ツインタワー付近でそういったホテルを探している人にはお勧めできるホテルだなと僕は思いました。今回のストライプクアラルンプール以上になります。では。